ここは人口155万人を要する神奈川県川崎市にある鉄道空白地帯。果たしてこの場所はどこに位置するのだろうか。ここは神奈川県川崎市の中心部、川崎駅前。東京と横浜に挟まれた首都圏の要衝です。JR 東海道線、JR 南武線、大手私鉄の京急線や東急線が行き交う鉄道都市のイメージが強い川崎市。そんな鉄道路線だらけの街にもぽっかり穴の開いたエリアが存在します。天正交通さん、ここはどこなのだ？やあ、ずんだも人口約155万人、東京と横浜にサンドイッチされた首都圏の要衝だ。川崎は JR 以外に京急本線、東急線など鉄路だらけと思いきや、実はね、鉄路のないぽっかり穴が開いた場所があるんだよ。つまり鉄道空白地帯。そこで今回は、これだけ線路があってまだ鉄道がないところがあるのか？その空白地帯に向かうのか？正解。さすが鉄道空白地帯のベテラン。早速移動。バス案内表示がすごい。完全に数字のラビリンスになっているのだ。川崎はバス王国だからね。さあ乗り場は12番のようだ。12番乗り場並んでる。ここはラーメン二郎なのか？まずは行き先を確認。ずんだも時刻表を見てみて。どうなっているのだ？数字のジャングルなのだ。全てが目的地に行くわけではないが、さすがバス王国。この調子だとすぐバスがやってきそうだ。ここに並ぶのか？ラーメン二郎楽しみなのだ。山盛りのキャベツともやし食べられるだろうか？ここはバス停。どこに二郎ラーメンがあるのだろうか。さあやってきた。川崎市営バスに乗車だ。乗車からおよそ15分、繁華街を抜けて住宅街ゾーン突入。時折見える洗濯物が干されてるのを見ると生活圏を感じる。二郎ラーメンの汁が跳ねて洗濯しているのかな？10分もすると景色が一変。住宅からバリバリの工業地帯へ。煙突、タンク、パイプのフルコースだ。突然のガンダムのモビルスーツ工場感、メカメカしいのだ。川崎駅から約30分、バスから降車。ここはどこなのだ？東扇島東公園前バス停と書いてる。ずんだもここが川崎市の鉄道空白地帯第1号東扇島だ。ここが空白地帯なのか？周りを見ると、あれ、赤いキツネって書いてある。赤いキツネはうどんではないのかな？残念ながらここにラーメン二郎はない。とりあえずバス停の時刻表を確認してみよう。時刻表を見ると朝夕に本数ぎっしり。完全に通勤特化型ダイヤだね。地図で確認すると、ここは川崎市臨海部。京急小島新田駅や JR 鶴見線からもポツンと離れ、反対側は多摩川越しに羽田空港。まさに鉄道真空地帯。まさに駅がこの島から遠ざかっているのだ。バス停名の由来、東扇島公園を奥へ進むと、なんと人工の砂浜が出現。海の家はない。焼きそば食べたかったのだ。周りを見渡すと工場だらけ。京浜工業地帯の中心部だ。きっと量産型モビルスーツが作られているのかな？ザクかな？ドムかな？この島、住宅はほぼ皆無。その代わり倉庫、物流施設だらけで、真ん中を貫くのは首都高速湾岸線。
24時間営業の王様コンビニを発見。この東扇島名物がこれ。この狭い島にコンビニがわんさか。島コンビニ密集度ランキングあったら日本代表なのだ。実はここ運河を通る海底トンネルがあって徒歩でも島を脱出できる。せっかくだし歩いてみよう。リアル洞窟探検なのだ。公園の隅にひっそり入り口。ではいざ潜入。結構歩いたのだ。でも涼しかった。夏の避暑地に認定なのだ。無事出口の公園に到着。というわけで鉄道空白地帯第1ステージは東大島。住宅なくても働く人が多いからバス本数は驚異的だったね。線路はゼロでもタイヤで解決。バスがレール代わりってやつなのだ。はい、川崎駅へ戻ってまいりました。鉄道空白地帯ハンター、次の狩場へ出発だ。人が大勢。みんな僕らの帰還を祝福しているに違いないのだ。気のせいだね。次は JR 南武線ホーム高6番乗り場を目指そう。南武線って武蔵の国お南国に貫くが語源らしいのだ。お、意外と鉄道トリビア。赤い狐の看板が頭から離れないのだ。さあ川崎駅を出発だ。15分ばかし揺られて、はい着きました。武蔵小杉。タワーマンションがポッキーの束みたいに林立してるのだ。タワマンの聖地とまで呼ばれる武蔵小杉だが、ここからバスで空白地帯へ向かうのだ。バス乗り場は交番ポール。赤ライン×シルバー車体東急バスがお迎えだ。赤いライン、赤い狐専用バスなのか？違うと思う。ちなみにさっきの場所には赤い狐の冷蔵庫があるらしい。しかも第3冷蔵庫まであるようだ。さあタワマンポッキーから出発だ。もし今度の場所に赤い狐の冷蔵庫があったら寄りたいのだ。武蔵小杉駅からは20分。降りたバス停には野川と書いてある。ここが川崎市鉄道空白地帯第2ステージ。時刻表チェック。だいぶ高頻度でバスが来るようだ。周りの様子を見るとマンション、商業施設、それに車の通行量、そして自転車で行き交う人もだいぶ多い。ここが鉄道空白地帯？ハテナマークが5つくらい頭に浮かんだのだ。ここは川崎市高津区の野川というところ。川崎駅からは11キロ。広い地図で見ると南武線方面の武蔵中原、武蔵新城駅、横浜市営地下鉄の東山田駅、北山田駅、さらに東急線の宮崎台、梶ヶ谷駅、各駅から離れた鉄道空白地帯。ぽっかり感がすごいのだ。だからバス大活躍。例えば武蔵新城駅は歩くと34分、横浜市営地下鉄線の東山田駅は歩いて35分。運動不足の人には駅まで歩くと一苦労なのだ。頭上には第3京浜の巨大高架。高架下にもバス停の存在を発見。東急&川崎市営兼用の停留所のようだ。商業施設ドーン、車ビュンビュン、歩行者わさわさ、空白どころか満員御礼なのだ。このバス停をさらにもう少し歩くと、この先に看板が見えるように宮前区に変わるよ。あれは赤い狐の冷蔵庫か？いや、あれはファミレスのガスト。というわけで第2の鉄道空白地帯高津区野川を攻略。バスが来たのだ。お次は第3ポイントへ。
宮前平駅に到着。ここからは田園都市線で移動。田園都市？田園都市線の由来のルーツは昔に渋沢栄一らが設立した会社にあるらしい。おお、あの1万円札の人だ。車内に1万円札いっぱいあるのか。楽しみ。15分で市川駅に到着。人がいっぱい並んでいる。ここにあった辛ラーメン二郎。いや、普通に通学だと思う。目的地は駅から遠いので今回もバス。乗り場は9番で間違いなし。バス停案内。運行会社が東急と小田急の共同運行。乗り場の行き先を見て全国レベルのスポーツ強豪校桐蔭学園方面に行くことが判明。ずんだ餅も食いしん坊ぶりは全国レベルなのだ。また赤い線の車両、今度こそ赤いきつね専用車なのかな。さっき自分で東急と小田急の共同運行と言っていたはずだな。外見ててもラーメン二郎ないな。赤いきつねでも大歓迎。駅から12分くらい走ったら食べ物屋さんがなくなってきたのだ。18分走ってバスから降車。ここはどこなのだ？降りたバス停は早野というところ。ここが3番目の川崎市鉄道空白地帯。バス停の周りを見るととんかつという文字がかなり主張している。ただそれ以外は目立ったお店はなさそうなのだ。確かに他にはお店なさそうでのどかな住宅地という感じ。改めて時刻表を確認。割と高頻度。さらに空白地帯の深部に移動してみよさっきの県道は車ビュンビュンなのに一本入ると畑で満載。ギャップ萌えなのだ。う。政令市らしからの田園風景。さらにいちご狩り農園まである。ずんだ餅のいちご狩りデビューはここで決まりなのだ。さて降りたバス停は小田急柿生駅まで行くバス。もし歩くとなると40分を超えの3キロオーバー。もっと広い地図で見ると田園都市線の駅、一能駅や藤が丘駅、あざみ野駅、さらには小田急線の鶴川駅や柿生駅、こどもの国線のこどもの国。各駅から離れている鉄道空白地帯。まさに鉄道がぽっかり空いた世界なのだ。おや、標識が横浜市青葉区。ここ市境ギリギリなんだ。そう、川崎市の鉄道空白地帯が横浜市にじり寄るボーダーライン。もう少し先に行ったら桐蔭学園。もっと便利なところにあると思ったら鉄道空白地帯のすぐそばって。強豪校って陸の孤島が好きなのだ。練習で鍛えた足腰で駅まで走れってことかな。でもずんだもん、さっきバス学生さんたくさん乗車してたよ。さて今回は川崎市の鉄道空白地帯を3カ所、川崎区東扇島、高津区野々麻生区早野と巡りました。レールがなくても人、車、バスがフル稼働。川崎の交通エアポケット。バイガイとパワフル。麺がなくてもとんかつがあった。川崎には鉄道のない臨港地区、駅頭でも賑わう住宅&商業地帯、そしてとんかつといちご狩りが同居する田園風景という3つの鉄道空白地帯があった川崎市鉄道空白地帯の動画はここで終了です。